ましょうか。お願いします。お願いします。お願いします。今回最新の RZ34 バージョンが結構あるんですよね。そうですね。スタンダードとかバージョンが S と T と ST、で T が多分オートマで S がマニュアルの、いわゆるベースグレードで ST が一番上のランクで、マニュアルもオートマも選べて、なんかいろいろ全部てんこ盛りが ST。 キャリパーも入ってるのが ST なんですね、これね。そうですね。やっぱりキャリパー欲しいっすよね、ここまで来たらね。そうですね。この図体だったら欲しくなると、まあでもこれ日産の努力の賜物だと思うんですよ。そうですね。もう最終形態ですね、本当に。だってこの車も700万で収まったのもね、前の Z34 のボディ、プラットフォームを使ってるからこそ、いろんな書類とかね、耐久検査もいらないから安くできたっていうところもあるでしょうし。そうですね。でもね、このすごいのは前の Z34 と全く雰囲気をガラッと変えてきたところがマジですごい。それがめっちゃ気に入って買ったのもありますね。なんかどこが一緒なんだろうと思うぐらいね、ほとんど違うんじゃないかなって思うんですけど、フロントもこのちょっとクラシックなこの感じもいいじゃないですか。これ原点回帰的な感じの顔で、最初見た時はこれはかっこいいし売れるだろう、台数もめちゃくちゃ出るんじゃないかと思ったら、まさかの日産の供給体制がちゃんとしてなくて全く台数が作れないと。そうですね。もったいないですね、本当に。自分も1年半ぐらい待って言われてきたんで、それでも早い方って言われてますね。1年半で早いですか。はい、去年の7月か。はあ、すげえ、かっこいいですよね。この顔つきも旧型の Z の雰囲気も残しつつ、はい。下のこの辺フラップとかもね、結構空力に関係するんでしょうね、この辺も。そうですね。それがだから ST とか S だとついてるって感じなのかな、確か。あとね、僕これ好きなのこのデザインかっこいいですよね、これ。そうですね。しかもちょっと色が黒じゃなくてメタリックっぽい感じ、これかっこいい。なんかもうあとこのヘッドライトがめちゃくちゃこれかっこいいですよね。はい。日産のヘッドライトってそんな僕かっけえなって車あんまなかったんですよ、ぶっちゃけ。これはかっこいい。ちょっと光らせられますか、これ。光らせますね。ちょっと開けますね。これはかっこいいわ。ちょっとラグビーボール的な、これかっこいいですね。昔のなんかライトの光のこう反射の輪郭をなぞって作ったみたいな。すごいですよね。この辺のなんか国産車とは思えないこの辺のね、作りも綺麗ですよね。すっごい。しかも中身も全部黒にしてあるから、そうなんです。なんか車外ヘッドライトなんじゃないかなと思うぐらいのね出来ですよね、これね。ですね。すごい。あとこの Z のねパワードームのね、パワードームです。これもかっこいいですね。そこあえてラッピングしてますね。これ目立つようにね、あえていいですね、これも。あとこの黒もすんげえメタリック強いですけど、これなんて色なんですか、これ。ブラックメタリック、すみません、めちゃくちゃ覚えてないですね。GTR とか他のなんか車種にも使ってて、それを見てこの黒だったら維持できるなって思って選んだのもあります。これだったらまだなんかシミもそんな目立たないかなと。まだ大丈夫。線傷も。もうソリッドだったら地獄なので。いや地獄ですね。やめた方がいい。でこの車は結構カスタマイズもしてあって、吸気系とあとは足も H ケースのハイパーマックス R、最新のやつがね入ってます。あとはこのホイールがね、もう純正でかっこいいから変えなくていいんじゃないかなと。そうなんですね。純正でもレイズさん入ってるんでもういらないじゃないですか。変えるのも難しいっていう。難しい。重くなるだけな可能性もありますからね。そうです。単造のでも工事ドって書いてますしね。あとこのキャリパーも大きくて、このモデルがついてるやつですね。どこ製でしたっけ、これ。これはあけぼのですね。あけぼのですか。でかいな、これ。キャリパーもでかいけど、このローター系もでかいんで、すんごい放熱性も良さそうで。そうですね。しかも足回りこだわる人は今なんかそのニスモのキャリパーにあえてポン付けで変えれるらしいんで。そうなんですね。なんか変えてもう一個大きいあけぼのに変える人も今出てきてるっていう感じです。ぶっちゃけ多分アフターパーツここからどんどん出ていくじゃないですか。そうです。別にニスモにこだわらなくてもいいとは思うんですけど、てかこれレイズエンジニアリングってここ書いてるんですね。これがっつりもレイズさんこれやってるっすね。これはやってる。今までって BBS だろうが隠してたじゃないですか、裏の刻印で。見せすぎでしょこれ。社外パーツじゃんこれ。もうだから逆に変えなくていいやってなってくる。全然変えなくていい。フロント255の4019、純正でこのポテンザの S007 も入ってるんでね、気持ちよくね走れる。減りすぎず食わなさすぎずちょうどいい。あとこの Z のねこのモデル、屋根がかっこいいですよね、この落ち方。そうですね。クーペラインがめっちゃかっこいいですね。これはマジでかっこいいわ。あとこの後ろのねこの Z のマークも入り、それをミラーから見ると膨らみがめっちゃ、そうここね、これすごいですよね。たまらないですよ。グー2つ分ぐらいあるようなワイドボディで、いやーかっこいい。あとこの辺もちょっとドアノブがねカーボンになったりとか。そうですね。ちょっとカスタムしてます。黒なんでね、こういうところちょっと引き締まっていいですよね。あとは樹脂だったところを全部隠したくて、ここもラッピングで。なるほど。確かにこの辺樹脂だと結構目立ちますよね。確かこれはありだ。あとこれリア太すぎでしょこれ。リアマジ太いっす。
275ついに履いちゃいましたと、はい、リアはねまたあけぼののやつが入って、はいキャリパーもいらずホイールもいらずもうメーカーが社外でね我々やりたいことやっちゃってると、本当にそうなんですよ。やらないでくれと逆にねアフターパーツメーカーかわいそうですよね。いやめちゃくちゃアフターパーツさんと結構仲いいんですけど、はいどこもかしくもこれは困るみたいな感あー純正の出来が良すぎて、はい次ね変えるところがまたあまりないというか、じでないって言ってますね。あとこのねリアテールもう大好きですこれ大好き、めちゃくちゃかっこいい。皆さんにめっちゃ見られますねこれねなんか透明感もあるのにこのなんか立体感、ここは。はい、これすごいよね。やっぱ最新のテールはめちゃくちゃかっこいいしあとこれオプションなんですか？それはオプションによって社外のクールさんのエアロをつけてます。全然わかんないです。あそれもんまりね違和感なくて、はい、純正のやつを結構大きくワイド化したみたいな感じのデザインでやってくれてるんであー不自然じゃないんで選んだって感じです。いいな。あとこのお尻のねこのスパッと切った感じとこのショートデッキ、日産もなんかもう最後頑張って作った中に若干あるZ35 は出なさそうだなって感じは、そうですね、まあ、ちょこちょこ後だからそういうので隠れ Z とかはいろいろこんなところに入ったりしてます、あいた隠れニッキーならぬ隠れ Z すげえな。やっぱ日産最後はちゃんとこだわってますね。こだわってますね。あとディフューザーも社外なんじゃないかなとそうですね、そこもあえてラッピングしてうんエアロがついてるように見せるために確かに確かに。カーボン調ラッピングしたりしてますね。あとねこのマフラーの出口もねなんかおしゃれですしね、すごい。あとこれただね、まあ、400R もそうなんですけどもっとパワー出せるだろうと排気でこれ排気系だけでめちゃくちゃパワー上がると思うんですよ、そうですね、めちゃくちゃ上がる説はもう出てますね。ね、あとブーストアップもしちゃえばもはいう完璧っすねこれ。いやーかっこいいなこのおけつ。やっぱ後ろから見ると結構迫力ありますねドーンってでかい感じが。そうなんです、ワイド&ローによりしたくてエアロもワイド化したっていう。このケツめちゃめちゃかっこいい。あと黒っていうのがまたね珍しいじゃないですか、はいあんま見ないんで。それでエンブレムもカーボンにして黒系に変えたんで、いいっすね。それでどんどんここでちょっと目立たないようにして、ねはい塊感が出ていいですね。いやいいな。ちょっと内装を見たいんですけどいいですかこれ、はい、もちろんです。開けていただいて、風が強いんで持ってきます。なんか男心くすぐりますよねこれめちゃくちゃかっこいいしもうだいぶ変わっちゃってますけどね、純正から。ね。なんかもうシートとかもこれでいいんじゃないかなと思うぐらいね、ここの高さも結構あって、電動もシートヒーターもついてるんで、はい、すげえ。もう十分ですね。なんか下手にもうレカロとかもういらないんだなぶっちゃけ昔の純正シートってねやっぱもう体動くわ、はい重いわなんか安っぽいわなんですけど、まあ高級車っすねぶっちゃけ。シート周りは先代のその Z34 から変わんないシートですね、一応。デザインのこれもね色とかだけ変わった感じですね。まあでも内装はもう激変しましたね。やっぱナビゲーションとかそこら辺ですかね、メーターの周りが全部電子化されたのがあって、いややっぱもう時代に沿ってこれぐらいのデザインじゃないとちょっとデート行けないでしょやっぱり新しい車の方がいいんでかっこいい。あと内装もね結構カーボン化されてて、はいだいぶこの辺もかっこいいですね。そこら辺は3点ぐらいで、下側をドライカーボンにして上側はクリアカーボンにしてるっていう。いいな。あえてここだけね、はい確かこう一番指紋つきやすそうなところなんでいいですね。なんでセンターコンソールもそれで合わせてドライカーボン。おー確かにあえてねマットのねドライカーボン、かっこいい。でこれねもうボードでついちゃってると、はい、オーディオも良さそうだしな。 ST だったらはいそのまま標準でついてきて、ここからだとオプションになるのかな、確か。内装のクオリティもめっちゃ高いじゃないですかもうそうですね、スウェーそこら辺もド調で。あともうこれもかっこいい。これなんかめちゃくちゃ金かかってそうですねこそれそうですね、それもオプションで選べて、ークローム系もあればシルバーのシルバーのものを選べるんですけど、自分はシルバーの方選んだ。これシルバーのこのねブラッシュドライン入ってるやつがいいでしょ、これめっちゃでちゃんかっこいい。と Z は光ってるっていうこれね感じですね。しっかりしてんな本当にもう多分夜になるとみんな驚かれますね。確かにZ だけ浮き出てますよねこれね。ちょっと内装座っていいですか。はい、もちろんです。ちょっと狭いかも。後ろのここに。ここにあるんだ、はい日産車って今ここにあるんですね。いや、多分その Z だけだと思います。 Z だけですかこれ。すごっ多分楽だこれは。ありがとうございます。メーターもめちゃくちゃかっこいいし、あとちょっと35の最新の35みたいですねこの辺が。そうですね。ここは綺麗にまとめてくれた感じですね。あと昔の Z33 からもう継承されてる、はいこれすごいなスウェード調なんですね。それもカスタムです。かわいい。なんか帽子かぶってるみたいなめっちゃかわいいこれ。いいなこれ。どっかでやられてるんですかこれセントラルさんっていう Z 結構専門のああそうね、セントラル。これかわいい。あとこれねマニュアルを残してくれてありがとうございましたと本当にめちゃくちゃ楽しいです。ね。さらにカチカチ入るんですよねこれ、はい。気持ちいい。6足
でオートマだと9速なんですよねこれ確か。オートマだと9速で、9速は9速でまた楽で速いんだろうなとか思ったりね、めちゃくちゃ速いって聞きますね、速そうですね、はい、ここまでパワーあるともう。であとこれサイドブレーキが電子化されてないと。はい、そうですね。これも最高じゃないですかこれ位置がちょっとだけ北米側の方に。そうですね、ちょっとこっち側にありますけどね。まあそれはS2000 と同じ感じですね。すげえ。あとこのなんかバーは純正ですか？ここバーは、純正に、カーボンのカバーをつけてるだけです、デイトナさんってところの。これもねなんか閉まっていいですね。あと荷物は意外に乗ります。ゴルフバッグ2つ乗ります。2つ乗るんですか、これ。コンパクト系なゴルフバッグだったら2つ乗ります。やっぱこの赤の内装のねこの質感もめっちゃ高いですよねこれ。めちゃくちゃかっこよ。なんか日産って内装 Z33 とかまあまあなんかこうペラペラした感じがあったんですけど、すごい高級感あるし。じゃあちょっとエンジンかけさせていただくと、こっち。おお、これ V6 ですよね。そうです、V6 ですの何リッターでしたっけこれ。これ V6 の3リッターでしょ。はい。メーターかっこいいですねこれ。メーターこれ今純正ではい何個か変えれるんですけど、ほうほうほうこうしてもらうとしてこれするとおおかっこいい。これが一番いいかもしれないこれいいですね。すげえ。あとここレブのね回転のここもついてるんですね、これ。ついてます。でシフトインジゲーターもここについてね、はい、あとブースト系もここについてんだ。ここだけで全部見れるんですね。そうですね、エンジン一応見れます、ね。でこのブーストのところは上にこうやると、いろいろなんかタイヤ気圧とか、G フォースとか、ね、車外のメーターいらないよって言われてる感じがしてね、はい、ちょっと寂しいですねもうねここまで来たらすごいだいぶ固められてますね。おお、これってちょっとだけサウンド流してるんですかね。そうですね、はい、ね、サウンド入ってます。あー、トルクのありそうな音してますね、だいぶ、はい、このショートシフターいいっすねこれ。この丸ノブがいいじゃないですかこれ、はい、まためちゃくちゃ触り心地いい、入れやすいしいやこれ最高だな。あとペダルの配置もめちゃくちゃ良くて、全然ね違和感ないし、はい、ブレーキタッチもすんげえいいこれ、はい、最初このねなんかこう柔らかいお餅を踏んでるみたいなんですけど奥はぐっとこう硬くてコントロールめちゃくちゃしやすそう。じゃあちょっとこれエンジン見たいですねやっぱ、はい、見ましょうか。一応ね 400R と同じエンジン見たいですが、はい、いろいろねカスタマイズもされてて、ボンネットでかいっすねこれマジ重いっすね。まあアルミなんでしょうけどだいぶね大きいっすね。早速チューニングやりすぎでしょこれなんかいろいろと変わってますがほぼほぼ結構もう見た目の分ではだいぶ変わってますね。いやかっこいいっすね、はい、ここのまずクーリングパネル空気逃げないようなパネルもカーボン化されて、はい、そうですね。これなんていうんですか、これ Z1 っていうアメリカのフェアリティ Z とかを結構専門にカスタムしてるところの、あそうかここも一緒の、はい、で福岡のデイトナさんっていうカスタム会社さんが代理店してる感じなのかな、確か。そこからお願いしていいっすね、パーツ全部オーダーしたって感じです。てかやっぱ新車いいっすね綺麗だわやっぱりめちゃくちゃ綺麗ですね。いいなんで Z1 さんの、いわゆるタワーバーと、エアクリと、エアクリなんですね、はい、これね。とここが書いた感じです。すげえ。これニスモさんですか。はい、これは北米ニスモのやつが、結構北米からチューニングパーツが多いみたいな、そうですね。今あっちのがやっぱり生産っていうか持っていってる台数ももちろん多い分、もうちょっと母国をね愛してほしいですよねもうちょっとこっちにも売ってほしいな感じはあるんですけどねでこのタワーバーもめっちゃ効きそうですね。はい、これめちゃくちゃ純正から比べるとめちゃくちゃ良くなりました。直進性が増しました正直ね。だってこれ 1,2,3,4 点止めですもんねこれね。純正の時少し100キロぐらいから若干ハンドルブレてたんですけど、それがなくなったんで完全に。いやこれは効くでしょ。だいぶサーキットでもこれ外して走ったらまた全然違うフィーリングになって、はい、そっちがいいとかっていう人もいますけどやっぱこっちの方がかっちりしててねいいっすね。まあエンジンはねもうこのやっぱ配線とかね、電子部品が多いからどうしてもこうなっちゃうんですけどね。そうですね。個人的にこのエンジンって V63 リッターで400馬力出てるわけじゃないですか、はい、でマフラーあんなに細いわけじゃないですか、はい、コンピューターもやらずノーマルで400馬力出てるってことは、はい、相当面白いエンジンになってくるんじゃないかなって個人的に思ってるんですけどね。全域でパワーもね、はい、ありますし、やっぱ RB だと400馬力ぐらい出してくるとどうしても下とか上がスカスカになったりとかしやすいんで、そう考えるとあとやるとしたらもうコンピューターブーストアップとかコンピューターが基本ですかね。もうちょっとリップもいっぱいね最近発売されてたりしますし、あとは魅力的なウィングとかマフラーとかも大量にね、はい、今出てきてます。開発されてるんで、セントラルさんでいじったらまた見せてください。はい、はい、もちろんです。じゃあやる前にね、やっぱ純正ベース吸気だけでどれぐらい楽しいかちょっと乗らせていただければ非常に幸いでございます。じゃあ行っちゃいましょうか。はい、お願いします。いやこれ絶対マフラー変えたら楽しいなもっと。おお、め
めちゃくちゃトルクあるこれ枕ふわーって離すだけでそうぐいぐい前に進んでしまう。意外と低速は楽です。でもこれね見づらいっすね。そうっす。見えますこれ。見づらいです。いけます今。はい、いけます。オーライです。そうなんだ。そこの椅子とねちょうど三角窓がかぶって何も見えないという、それもあるんで電子ミラーがワイドのやつにしたんでこれいいっすね。それで基本見えます。いやこれトルクめちゃくちゃあるな。でもこれほんと純正無音だ無音だこれ。オーディオオフにしたから余計あれなのかな。あれも切れてんのかな。いやそれも切れるんすかね。わかんない。これスポーツモードとかあるんですかね一応。スポーツモードいやないですね。普通にそうです。いい音。これ楽なやつだ。マジで楽です。楽だ。これウインカーどっちですか？右でいいですか？はい。うわトルクすごいこれなんか3号に乗ってる感じしません？これだって VR30DTT ですよね、確か。3号じゃないですか音。いやマジ楽しいっすよこれ。音3号っすよこここここれ3号だ3号のマニュアルだこれ。面白いマジ。なんか想像以上に楽しいんですけどこれ。いやこれめっちゃ楽しいっすよ本当に。これレブマッチもついてるんですか今？はい。楽。オンだとその楽何速の隣に S って書いてあるんですよ。 S が入ってる。すごっ。それがこれ面白いっすねすごい音の演出も意外にちゃんとしてる。あんまり違和感ないんで。これ違和感もっとある車多いんですけどね。ないこれ。気になるとしたらちょっとクラッチのストローク長いっすね。そうそうっす。なんか海外のドイツ車みたいな感じの。気持ちいいぞこれこれなんで定期で運転したくなっちゃうんですよ。これね言ってること分かるかもしれないなんか乗りたくなるっておっしゃってたじゃないですか。トルクすごいこれ。いやマジで結構気づいたらマジでとんでもないスピード出ちゃってるんでこれダメなやつっすね。結構危ないっす本当に。でこれ足も変わってるけどこれすんごいしっとりしてていいっすねボディもカッチカチっすね、やっぱり。これ初めてこの車乗ったら運転うまくなんないかもしれない。ロードスターとか GR86 とかの方が腕は上がるなっていう感じはしますね。そうですね。高性能車って感じの高級車。スペックが高すぎてドライバーをこうねよいしょしてくれるじゃないですか。すごくブレーキもいいし。自分なんかマニュアル10年ぶりなんですけど、それでもいけてるから。これ余裕じゃないですかこれだったらシフトもねスコッて入ってくれるし。トルクがあるからエンストもしづらいし。これほとんどしないっすね、でね意外にこのボンネットの膨らみも結構わかるんですね、ここねバコッとで乗っちゃうとケツがポルシェなんじゃないかなとちょっと911っぽいっすよねこのケツね。いいっすねこれ。かっこいいこれ。自分も友達の車で911とか乗せてもらったことがあったんで、このミラー見てめちゃくちゃ近くねみたいな。これポルシェっすね実質ポルシェカレラターボ。そこはこだわって今回めちゃくちゃ作ったらしいっすよ日産も。いや日産も粋なとこありますよね本当。燃費どれぐらいなんですかこれ？燃費は8はいく感じで高速乗れば10超えますね。すごい。なんかもっといい人いますね。12とか出てるとかいう人もいたんで。あれですか乗り方の問題ですか？乗り方の問題ですね楽なんでオートマの方が多分いいんじゃないかなより。でもオートマでもこんだけパワーあったらもうオートマでもいいっすよねぶっちゃけ。急速もあるから多分燃費もいいだろうしね。スポーツ AT なんですか？そうですね。デュアルクラッチじゃないですもんね。デュアルクラッチじゃないと思います。そこまでめちゃくちゃ俺もマニュアル買うつもりでずっといたんで、あんまりオートマと調べてないですけどすごいこれめちゃくちゃ乗りやすい。これデートカーだこれマフラー変えてちょっとリップとか付け出したらもうめちゃくちゃレーシーになるっすね。めちゃくちゃレーシーになりますね。すげえエンブレもめちゃくちゃ効くこれ。ちょっとねギア1個高めにしといておかないとガクガクなるんですね、結構効くんで。あとステアリングかっこいいですねこれ。ステアリングも、カーボンになってるし、カスタムしてますね。カーボンとアルカンターラ全部もともと革製品とか普通の革でしたね。全然これがいいっすね、めっちゃ精度しっかりしてて気持ちいい。しかも冬だとそこが冷えないからめっちゃ確かにいいこれ。あとね汗でベトベトしないのがいいっすよね。だってステアリングとかもう純正でかっこいいじゃないですかもう本当に。
下手に純正変えるとねいろんなスイッチ使いたくなっちゃうんで、あえてこれがいいっすよね。真ん中が純正にして外側だけカスタムしたりとかです、やっぱ現行っていいっすね。なんここかはいいですね。出た時はやっぱり車重もね、ちょっと重くなったじゃないですか、はいターボがついた分90キロぐらい重くなったんですよね、そうででもそんな90キロの重さ全然感じなくて、FR っていいっすね。楽しさしかない。めちゃくちゃ楽しいですもともと何乗ってたんですか車。スポーツカーはこれ初めてです、正直言うと。それまでなんか友人のスポーツカー乗らせてもらったりとかしたぐらいだったんで、はいはいはい。なんでまたたまたまこの RZ34 RZ34 はもともとなんで今他にもその SUV 乗ってるんですけど、はいでかい車とスポーツカーを、車庫に入れたいっていうのがあって、それのまずはそこの欲求がなるほど。であとは、スポーツカー選ぶにしてもゴルフスポーツカーで行けたらおもろいなって思ったのもあって、いいっすね。選んでてバンテージとエミーラと、エミーラね。エミーラ乗るんですか。エミーラとか乗れます、すごいっていう感じだったんで、それで眺めてて、オートサロンだったかな、モビリティショーか忘れたんですけど、エミーラ見に行った時にフェアリティ Z もちょうど発表の時に出てた感じで見たら、意外とこっちの方がいいかもってなって、日産だしね、また壊れないしね、はい、楽ですよね。その外車の独特の壊れるとか、そうですね、部品がね、はい、結構手に入りづらいとかありますもんね。でそれもあってちょうど受注生産の開始、あれか予約が開始だったんで、一番初日に一発目。じゃあこれもうロット的には結構初期。初期です。でディーラーの第1号車とも言われて、すごいもうカスタムもどこも持って行っても第1号車ですって言われる感じなので。だって何台予約されて何台デリバリーされてるのか分かんないですけど、全然まだ見ないですよね、はい、ぶっちゃけ。ディーラー第1号車でも1年半待ったんで。いやー長いな。だって FL5 は最近結構バーッと見るようになってきたんですけど、はい、まだ Z は見ないですね。そうですね。でもここ最近結構増え始めてきてるっぽいんで、今年から来年にかけては結構出るんじゃないですかね。あとこれのねニスモも出るじゃないですか、はい、値段ちょっと高いけど、はい、ニスモにしたらちょっと速くなりますよとか、なんかいろいろね、10馬力ぐらいアップだったかな確か、はい、あとは強化クラッチとかがいろいろ入ってフレームが追加されたりとかしてる感じらしいですね。そこの辺は後付けできないですからね、はい、ボディ自体は。もうニスモの方ももう納車はしてますよ。マジですか、はい、ニスモも逆になんか違い気になりますね。どうですか。シートとかがレカロのもともとからレカロのが入ってたりとかするんで、でもそこはなんか賛否両論ですね。こういうデート会に使いたいって思ってた人、ゆったりめの方がいいっていう人たちからするとちょっと硬すぎて、足変えてるのにすごいいいですね、はい、全然カチカチしてないし、 HK さんはそれもあって選んだ感じですね。突っ張っちゃうのかなと思ったら意外にちゃんとロールもするし、ね、いいじゃないですかこれ。めっちゃ正統派ないじり方な気がするめちゃくちゃ正統入ってます。とりあえずワイトレ入れて、はい、車庫端つらい地というところはね、はい、大事ですから。ちょっと一旦ドレッサーの方でだってまだ出てないでしょ、はい、あんまりその機械的なね、エンジンのチューニングもまだちょっと厳しいでしょうねこれは。カスタムメーカーもこっからどんどん出していくって話は聞いてますね。台数がやっぱ出てない時はちょっと難しいってことですね。そうっすよね、割り合わないですからね、はい、トルクすごいこう楽やばい。これ 400R と全然違う。何これ400R もこれぐらいなんか刺激的だったらいいのにな。少し改良はやっぱ加えてるらしいですからね。ですよね、はい、全然違うもんこれすごいマジで R35 のマニュアル化された2シーターって感じ音全くの VR38 っすねこれ。そうですね。あとマニュアルで言うとニスモがマニュアルがないんで。ないんすか。ないっす。それちょっと嫌だな。そうです。それもあってこっちの人のマニュアルでいいなって。だったらこっちっすねぶっちゃけ。そっかそれでかいな、はい、なんでっていう速さだけをねもう追求したらあれなんでしょうね。もういらないんだろうなマニュアルってぶっちゃけたとかこれで十分。でもねやっぱマニュアルのこの人馬一体感はやっぱ欲しいっすね。自分もやっぱりオートマだけになっちゃうとたまにやっぱこういう刺激的な足でね手こきのやっぱ車欲しくなりますもんね。それにめちゃくちゃちょうどいいっす。ちょうどいいけど高すぎません700でしょ。700って結構いい車いっぱい買えるじゃないですか。今の時代ね、新車で700って考えたら安いですけどね、はい、でもちょうどその会社の他のやつも見てたんで、正直同じスペック選んでいっちゃうと倍の値段します、うわトルクやばいなこれなんか5000ぐらいからすんごいトルクブワーってきますね。回したくなるエンジンですね、はい、この下でも楽しいんですけどいい気持ちいいこれのロードスター出てほしい絶対気持ちいい今日それは確かにね。いや
ちいいし、コーナーも超安定してるし、あんまもうずっしり重い車にあんま感じないな。ああ、収まりもいい足。次パーツ車外入れるのも一苦労っすね。いや本当に本当にです。なんかマフラーもなんかでかすぎる適当なやつ入れちゃったらトルクがスカスカになっちゃいそうな感じもしますしね。まあ、一応なんかフェアリティ Z 専門でやられてるところのサーキット走行とかをやってらっしゃるところで、RZ34 は異常に速いって言ってました、ね。あ、やっぱ異常に速いんだ。はわかります。もう乗ってわかります。これはこの車は速いなと。やっぱ加速でも FL5 よりやっぱ一回りパンチあるかなって感じします。まあ、馬力的にもね、あっちは320とかだと思うんで、まあさすが80馬力差あると思うんですけど、それにしてもこの視界というかね、運転してる時のこのスポーツカー乗ってるぜって感じはやっぱり今の車にはあんまないんですよね。そうですよね。なくなっちゃってきますよね。そう、この車もワクワクしますよね。いやめちゃくちゃこれはもうこの Z のね、このメーターの作り方もそうですし、車好きはたまんないですね。たまんないですね。これ車好きじゃない人はマジで興味も湧かないですからね。でも本当に日産もよく出した。本当にすごい。本当にすごい。絶対速いよこれ。ほら。これ絶対コーナー速いですよ。ヒルアヌッとしちゃった。ついついしたくなるね。いやー気持ちいいよこれ。いい足だこれマジで。これデフも入ってますねこれ。そうですね。ね。そうだそうだ。入ってるっぽいですね。そうだ、これデフも入ってる。すんごい曲がる。いやーもうこれでいいっすね。これはもう次乗る車ないっすよ。いやないっすよ。ない本当にない気がします。もしマニュアルが欲しいってなったら本当選択肢ないんじゃないかな。それこそ992の GT3 とか、そっちに行くしかなくなってきますよね。もう本当にそのレベルっすね。行っちゃいますか。いや結構これ長く乗ろうと思って内装めちゃくちゃやりまくってるんで。だってこれは長く乗ってて、はい、なんか後悔しないっすね、はい、ガソリン車ももう販売ね、まあ10年のうちにはなくなりそうな気がしますし、残しつつ増車になっちゃうんですかね。これ売る気なんないでしょ。なんないっす。ここまで手塩かけたらやりきるしかないんじゃないかなみたいな、はい、先を行くしかないね。もう先を行くしかない。でもこの内装ね大事ですよね、はい、運転しててのこの楽しさって、まあ、外装は自分で見れないじゃないですか。だとしたらこういうねやっぱハンドルのこの持ってるこの手の感覚、あとこれよりねショートシフター、まあこれよりショートシフターだったらちょっと入れづらいかもしれないですけど、今ちょうどいいかなとは思ってはいるんで、ある程度のこのストロークもある方がこう入れやすいっすよね。そうですね。個人でまあほぼほぼね吸気だけいじられててっていう状態と、まあ、セントラルさんとかデモカーとしてショップがいじってるやつ、ショップの車乗ってみたいですね。やっぱり言っときますよ。言ってください。ぜひ PR させてくださいと。ぶっちゃけて言いますからもう。全然めちゃくちゃ面白いと思います。チューニングカーってやっぱ全然ね味変わりますからね。あっちはホイールとかも BBS さんとか履いてらっしゃるんで、もうその外したホイール売ってくれないかと思うんだよね。確かに流用したいもんな。いやマジでいいこれ。だからホイールも変えようにも何に変えたらいいか正直わかんないです。そうっすよね。これ何入れたらいいんだろう逆に。ほんと次が難しいよ。この車ね静かすぎてクラッチのつながるところ分かんないんだよな。そうなんですよ。俺もたまにそれでやらかします、そうっすよね、はい、坂道発進が特にむずいです。だからね早く増産してくださいこれマジで。ちょっとね供給体制もうちょっとしたらこれもっと売れると思うんですけどね。そうですね。めちゃくちゃいい車なんでこれはぜひ買った方がいいですね。まあ中古でまだ高いんですよねこれも。まだ高いですね。ですよね。なんなら新車より高いやつもね。新車よりちょっと高いですね。高いっすよね。はい、50万ぐらい高いぐらいの感じでいってる感じがしてます。50万か時間を買うか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。